こっからディープにあ、ディープに行きますか。はい、行きます。いきなり冷めてること言ってる。この見てくれるとか。引退された理由は何ですか？理由は20歳過ぎてすぐ引退したんですけど、この業界も長くないしと思って、最初そもそもデビューしたのも確かにね、デビュー前からもう V やるっていうのは、高校生の時からもう絶対やるって決めてたので、その辺はブレてなかった気がするんです。モデルはやっていけないのしてたので、身長低いし。そっから V に行かれる方いるじゃないですか、それはちょっとなんか嫌だなと思ってて、着てる服を脱がされるんだったら最初から脱いで着ていこうと思って18でデビューして23、22ぐらいにはもう引退して、やってる間の4年間でビジネスをつなげてたので、事務所の力も借りつつ、それこそインドネシアで映画撮ったりとか自分でラジオやったりとかいろんなことをやってたので、もう V やる必要ないなと思って、名前がちゃんと一人歩きしてくれるっていうのを確信してからやめました。これ前回もねちょっとお話しされてましたよね、やっぱ頭がいいんですよ。いや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 、ちゃんと先を見据えて優行動してるんですよ。頭いいすごい素晴らしいね、本当にね。これ僕も気になります。一本の作品のギャラは約いくらですか？悪い顔してんな。すごいとこ突っ込んできますね。当時はすごい多分バブリーだったので、契約で何千万契約みたいな事務所とでもそのメーカーのですよ。全然関係ないんだけど、スタジオがめっちゃボロボロ。3桁は1本100から少なくても80とか。一本の作品ってやっぱ仕上がるのに結構大変な、丸2日。最近だと後輩の話聞くともう1本で24時間撮って、今の方が大変って言ってましたね。でもギャラの方は変わってない。変わってる変わってる、半分以下って言ってましたね。ああ、そうなんですね。単体の子でも50。そうなんですよね。めっちゃシビアな業界でやってることはね、多分昔当時私がまだ業界にいた時と比べたらやってることは多分過酷になってるのかな。でもギャラが減ってってよく聞きますね、噂とかで。なのでやっぱ多分勝手にこれ自分で思ってるんですけど、いい時代にデビューしていい時に AV 上がったのかなっていうか、食展開というかラッキーだった。とか言ってたので、嘘。だいぶ減ったよみたいな。でもやっぱブランドもありますよね。多分ありますね。だって小田マリアさんなんかめちゃめちゃ超人気だったから、ハイクラスのお値段がついたんじゃないですか？だったと思うんですけど、私3桁いったの数本しかないですよ。80、90、100を行ったり来たりしてて。嘘。でもそれが当たり前だと思ってたから。でもそれでも高校卒業したの。どうでもいいけど、私の膝が汚い。やったなみたいな。そうそう。でも他の事務所の社長さんとかいろいろ話すじゃないですか。これみんなこうなんだよって言われて、ちょっと待ってちょっと待ってみたいになって話しちゃうぞみたいな。で自分懐かしいな。当時確かに最初に入った事務所が美容部っていう事務所だったんだけど、そこの社長さんに半分以上持ってくれたね。半分以上って全部か半分回収したんだ。懐かしい。よかったなみたいな。そうですね。なるほど、すごい話聞けてますわ。はい。その時大きい買い物とかしたりないんですよね。今思ったらマンションとか買っとけばよかったなみたいな。超やばい。マジクソが聞いてることが家賃20聞いたことないとか。ないかも。だからそういうとこでファンのおかげですよ。聞きましたよ。ちょっとマリアさんマジめちゃめちゃバカ正直だな。だから好き。すいません、ディープ続きますよ。セクシー女優をされていた時に諦めそうになった時はありましたか？ある。あるんですか？ある。マリアさんでも？心折れたもん。マリアさんでも？だって親に感動されて、当時の学校の駅とかもいきなり暗い。友達には裏切られて、金持ってかれて、当時の社長にもう全部パッてなったので、同じ時期に何やってんだろうってなりましたもんね。なんかここまで失うものが多すぎてなんでやってんだろうみたいな。うわー、それもデビューしてすぐ。デビューして1年2年ぐらいが一番辛かったですね。もうまさにそう一斉にバレて、そのテレビとか雑誌とかで、でなんかその AV とかも受賞とかしてたので、まあみんなわかるじゃないですか。まず親ですよね。
まあでも説明してこうだからちゃんと夢があるからって言っても、まあ親の目線でいくとまあ本当に今ごめんねと思うんですけど、それでもアウトになって、で学校とかもやっぱ一応クリスチャン系の学校だったので、もうなんか恥だみたいになって、で友達とかもなんかこのバックグラウンドの音楽よ悲しい。そこで諦めてたらせっかくやった意味ないし、失ったものは本当に失ったままで終わっちゃうので、それをなんかみんなの考えを変える勢いでもう突っ走ろうと思って突っ走った。いいんです、離れていけば離れればいいんです。メンタル強い。わかりました。そこ辛かったかなです。いやすごいね。やだディープ。すごいちゃんとしたね、こういうね辛い思いもあって今があるというか。はい。Untuk menjadi aktris film dewasa perlu keberanian. Apakah merasa セクシー女優のお仕事をするのに、やはり勇気がないとできない仕事だと思いますが、その業界で仕事してた時になんか恥ずかしい気持ちになったことはありますか？もしあったのであればどう対応しましたか？もう毎作恥ずかしかったですね。普通に考えて大勢いる中で裸になるわけだから恥ずかしいのは恥ずかしいですけど、良くも悪くも慣れてきますね。その仕事場行くともう仕事って目線なので、もうなんか当たり前じゃん裸みたいな、そういうよくわかんないバズった考えをしてたので、他の AV 女優さんとかも当時聞いてた時に思ったのが、やっぱみんな恥じらいをなくすっていうので、そこだけこの業界で一番思うのが、やっぱ V にしろストリップにしろ常に美と裸の仕事だったので、恥じらいをなくすというか、それが当たり前になっちゃうからね。ちょっとした友達と旅行行ったりとか、お家での仕草や行動が良くないなって感じですよね。やっぱりそこはちゃんとお仕事関係なく、恥ずかしいものは恥ずかしいものちょっとしたこと思ってる今も。例えばじゃあ温泉行きますグループで風の子やってた子たちって普通にタオルなしでこう歩いたりとか、普通の子しないじゃないですか。それだから普通を忘れるなみたいな感じで、それはずっと思ってましたね。今でも仲の良いセクシー女優のお友達はいますか？います。ほとんど引退しちゃってもう田舎に帰ったりとか海外に行ったりとかいるので、そんな一番長いかもな。友達歴 V で普通にご飯食べに行くのは青木凛ちゃんとか。おお。大工さんのリアクション。あ、そうなんですね。うわ、青木凛さんもインドネシアで結構人気なんですか？おお。人気な方なんで、人気同士でコラボしましょう。やばいね。はい、聞いとく。あ、マジですか？約束はできないですよ。はい。けど聞いとくことはできる。結構してる？16時36分。あ、マジで？あ、そうか。ちゃっと行きますか。めっちゃ欲しいな。Ketika masih aktif, apakah punya pacar? セクシー女優の時、彼氏はいましたか？正直。はい、いた。お、いた。ずっといた。じゃあやっぱ心のメンタルを支えてくれる人いないとできないので。これね、ちょっと勘違いされがちなんですけど、なんかこうみんななんていうんですかね、やっぱ夢を与える職業でもあったので、そのタブーじゃないですか、日本で恋人話とかするの。その辺私全然お客さんにも直接言われたことあるんですけど、キャラ立ちというか、あえて隠そうとしててバレたらショックだけど、隠さずもうそのままだったので、全然みんな嫌がる人は嫌がってたけど、それでもついてくれる人の方が私は大事だったので、っていう人たちの方が今つながってたりするし、やっぱ正直ね、でもいいんですよって思った。いや、やっぱ小沢さんを応援してくれるお客さんは私以上にメンタル強い気がする。なんか大変で困難なので、一回付き合ったらもうずっと長かったですね。人数は少ない。今まで付き合った人で本気でちゃんと付き合った人は3.5点5誰本孫気になるな。天候が気になる。天候気になるわ。じゃあ全然恋愛はされてたんですね、セクシー女優の時は。してなきゃやってきなかった。あ、精神的にとか。精神的に一人じゃ支えられなかった。闇が深くて。なるほど、わかりました。はい。Sebagai artis, apakah harus menyamar? 大好き
輔さんさ、バハさ喋れないんじゃない？さっきからめっちゃカミカミなんだけど。プライベートで出かけるときに顔を隠したり変装はしてましたか？変装はしてないですけど、キャップ深くかぶったりとかマスクしたりとか。でも顔を刺され家バレてからね、トラウマなんだし。すぐバレてましたね。家も一回バレたことあって、夜中にピンポンピンポンなってえってなるじゃん。でなんかちょっとこうやってモニターずっと見てて誰なんだろうね。結構暗くてなんかわさわさしててモニター上がなんだろうとか思って見たらだんだんその影がはっきりしてって人の顔になっててだんだんおじさんが。なんか立ってて「キャー!」みたいな速攻電話してマネージャーに「明日引っ越す」みたいな超怖かったですね。うわめちゃくちゃ怖いマジ怖かったですね。じゃあ気をつけられてたんですねその当時は。めちゃくちゃ気をつけてましたね。なるほど。Apakah ada perasaan menyesal menjadi aktris film dewasa？セクシー女優になった後悔はありますか？ない。そうないですよ。ないですよ。ないです。即答。またセクシー女優の業界に戻りたいという考えはありますか？ない。ないんですね。確かに結構最近よく聞かれるんですね。コメントでも多いんだけど、AV に戻ることはありますかっていう質問が最近結構来てて、自分の意思で戻ることは絶対ないですけど、もし万が一何かしら戻らなきゃいけないっていう事情があったりとかお願いされたら、まあ多分やるのかなと思うけど、まあ 99.9% はないですね、戻ることは。ただでもその戻りたくないって言い切っててもなんかその過去を否定してるみたいなのでそれは嫌なんだけど、そういう意味じゃなくてせっかくね違う仕事をやってるからそこは戻りたくないって感じ。全否定はできない。自分がいた業界なんでそこを否定しちゃったら元も子もないので、けどやりたくはない自分から。もうビジョンありますもんね、自分の中で。なるほどなるほど。今はすでに自分の夢を達成した気持ちはありますか？それともまだ達成はしていませんか？半分。おお、半分達成してる。フィリピン行ったのが自分の中ですごいでかかったので、他の業界もやってなんかとりあえず名前うろがすごい自分の中のステータスだったので、それができました。ラウンジオープンできました。今日本に帰ってきてバーやってます。次何がやりたいかっていうまた他にビジョンがあるので、それができたら多分もう感無量です。もう今もうビジョン通り言ってますもんね。ちょっと遠回りしてるかな、コロナのせいで。なるほど。遠回りしてるかな。その夢は何ですか？日本でちゃんとしたなんかラウンジを作ることですかね。そのフィリピンでしたぐらいの高価なものができれば一番ベストなんですけど、やっぱ日本っていうのね、いろんなレッテルもあるしいろんななんか金銭面もあるので、どこまで何ができるかわからないんですけど、自分の何かを残したいです。カロ大輔が小沢マリアさんに愛の告白をしたら受け入れる？残してやっていかないと意味ないですもんね。私この辺すごいベストアンサーだと思うんだよね。不可もなく悪くもなく。I love you って言われたら、いや、不可もなくかも。なんか家庭があれば。家庭があれば。ごめんね、今巻いてるからあんまりここでちゃんと話せないけど、そう後で話すよ。こちら最後の質問です。Apakah sekarang bahagia？今は幸せですか？幸せです。おお、よかった。すごい、これも即答で言ってる。幸せです。コロナが収束して、また仕事の方も順調にね、今。コロナのせいでって言ったらコロナのせいでフィリピンのせっかく成功してたラウンジに店舗ともお休みして日本に帰ってこなきゃいけなくなってしまったけども、初めはね、今こうやって日本に帰ってきて1年半経って、まあまたやりつついろんな人であって動いてミーティングして YouTube も始めるきっかけにもなったし、コロナのせいでもありコロナのおかげで救われたところもあるしね、人生何があるかということになって、そう、さらに幸せになればというね。そうです。以上でございます。すみませんね、なんかすごい巻いちゃって時間の方が。やっぱ楽しいですね。いや、なんかいいですね。面白い大輔さん。いやいやそんなことないです。いや本当。マリアさんあっての俺ですから。うわー、うまいな。結婚したら本当楽しい家庭。シックボーイ。ってことで今回小沢マリアさん質問コーナーでした。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。あとみんなマリアさんのインスタグラムフォローしてね。お願いします。オッケー、じゃあねー。バイバイ。オッケー、終了。なるほど。やっぱり
第2弾の方がディープでしたね。最初のまあずっとかな。でもなんかこうやって自分で自分のインタビューっていうか、こういうクエスチョンアンサーとかを見ることないので結構新鮮だったかも。しかも日本語でオールジャパニーズっていうのがあんまりないから面白かったな。またやりたい。こういうのコラボとかあんまりなんかまだやっぱり YouTube やりたてで初心者っていうのもあるから、誰とどうしていいか分かんないっていうところもあるので、これからこれを機にいろんな人とコラボしていろんな自分の今見せたことなかった部分もまだまだあると思うから、それをみんなに見せていきたいと思います。なので今回は最後まで見てくれてありがとうございました。もしよかったらこのページをシェア、ライク、サブスクライブしてください。なのでまた次の動画で会いましょう。バイ。